こんにちは、クサーンです。今回は、SJ について話す動画ということで、今はもうだいぶ広まっていると思いますが、マリオカート8デラックスが発売されてから5年経ってようやく見つかったテクニックですね。見た目はすごく地味なテクニックなんですけど、今やいろんなコースで必須級のものになっているので、やり方とか仕組みとかをこの動画で喋っていこうと思います。結構細かい部分まで喋るつもりなので、かなり上級者向けの動画になるかもしれませんが、頑張ってついてきてください。では、行きましょう。まず SJ って何っていうことで、実際にやってみせます。直進しているゴーストとの差に注目です。お分かりいただけたでしょうか。直進しているゴーストに対して一瞬大きく前に出ることができています。これが SJ です。これ何が起きているかっていうのをスロー再生で説明していきますが、まずジャンプアクションをして空中でドリフト入力をしています。で、着地してジャンプアクションの加速が出ると同時にドリフトを開始。で、ジャンプアクションの加速が切れた瞬間にミニジャンプ。このミニジャンプ中にゴーストと差がついているっていうのがわかると思います。で、その後の直線では大きく減速してゴーストに追い抜かれてしまうと。この一連の動作の中で不思議なことが2つ起きてますよね。1つ目がミニジャンプ中に明らかにゴーストよりも速くなっていること。2つ目が最後にゴーストに追い抜かれてしまっていること。この2点を SJ はなぜ速くなるのか、SJ はなぜ最後に減速するのかに分けて詳しく説明していこうと思います。最初に SJ はなぜ速くなるのか。これ非常に面白い仕様がこのゲームにあるんですよね。このゲーム、ある条件を満たすと空中で加速効果が維持されるっていう仕様があります。その条件っていうのが3つあって、その3つを同時に達成する必要があります。1つ目の条件。車体の状態が維持したい加速効果の出始めか出終わりの状態であること。2つ目の条件がドリフトを解除した直後であること。3つ目の条件が1つ目と2つ目の条件を達成した直後に空中にいること。難しいですね。何言ってるかよくわかんないですね、これ実際の SJ の映像を見ながらなぞっていきましょう。左上に簡略化した3つの条件を置いておきます。これさっきの SJ の映像ですが、ジャンプアクションをして着地して右ドリフト、ここの車体の状態を考えてください。これってジャンプアクションの加速の出終わりですよね。だから丸1はクリアで、さらに右ドリフトをミニジャンプで解除してますよね。だから丸2もクリアで、さらにミニジャンプしてるから空中に出てますよね。だから丸3もクリア。これで3つの条件クリアだから、このミニジャンプ中の空中はゴースト、直進しているゴーストよりも速いスピードが維持されてるんです。これが SJ の原理で、SJ はこれらの条件を満たしているから速いんです。じゃあこの3つの条件って SJ 以外の動作にも使えちゃうんじゃねって思うじゃないですか。これ実はもう皆さん知らないうちに使ってるんですよ。例えば MTJA っていうジャンプ台でミニターボを出しながらジャンプアクションで飛ぶテクニックがあるじゃないですか。これも実際にやってみせますけど、ジャンプ台の前からドリフトを開始してミニターボをジャンプアクションと同時に出すっていうテクニックじゃないですか。これも実はこの3つの条件を満たしているから速いんです。丸1、加速効果の出始めか出終わりはミニターボの出始めなのでクリア。丸2、ドリフト解除はミニターボを出すためにドリフトを解除しているのでクリア。丸3、空中はジャンプアクションを出して空中に出ているのでクリアと。3つの条件をクリアしているので MTJA をしている途中の空中でミニターボの加速効果が維持されていて速いんです。他にもあります。ダッシュバン付きのジャンプ台で飛ぶときに手前でドリフトをしながら飛ぶと速いじゃないですか。これも実際にやってみせますが、具体的にはエキサイトバイクのジャンプ台とか、メイプルツリーハウスのジャンプ台とか、メリーメリーマウンテンの最初の上ルートのジャンプ台とか、どれもドリフトをしながらジャンプ台に乗ってジャンプアクションするのが
最速だと思うんですけど、実はこれらも先ほどの3つの条件をクリアしています。1つ目はダッシュ後の加速の出始めなのでクリア。2つ目はジャンプアクションを出すためにドリフトを解除しているのでクリア。3つ目はジャンプアクションで空中にいるのでクリア。3つの条件をクリアしているので空中でダッシュボードの加速効果を維持しています。このようにこの3つの条件って知らず知らずのうちに他のテクニックでも利用されていたものだったんですよね。この仕様僕は結構好きで、次回作のマリオカートでもこの仕様があったらまたテクニカルな奏法が編み出されて楽しいだろうなと思ってます。意図した仕様なのかっていうのはちょっと疑問なんですけど。というわけで SJ はなぜ速くなるのかについては以上。次に SJ はなぜ最後に減速するのかについて喋っていきます。これは結構簡単な原理です。このゲーム、ドリフトをした後にミニターボを出さないと、ペナルティとして減速するようにできてます。そういう仕様です。SJ を使うときっていうのは、ジャンプアクションの加速中っていうすごい短い時間でしかドリフトを行わないので、ドリフトのその時間的にはミニターボが絶対にたまらないんですよね。だから SJ をすると一瞬速くなってゴーストを抜かせるんだけど、その後にミニターボ不発したよねっていう減速ペナルティを受けてゴーストに抜かし返されてしまうということが起こっています。これで、結局ゴーストに抜かされるんならやらない方がいいじゃんって思うかもしれませんが、我々上級者のね、プレイヤーはこの減速ペナルティを様々な手段を使って回避してこの SJ を実用化しています。いくつか例を挙げますけど、一つ目、他の加速でペナルティを打ち消す。SJ の直後の減速ペナルティは他の加速効果で打ち消すことができます。例えば SJ の直後にダッシュボードがあったりすれば、それに乗ることでペナルティを回避することができます。これは実際に 3DS のレインボーロードなんかで使われていたりしますね。ここで SJ をしてるんだけど、直後のダッシュボードがあるおかげでペナルティを打ち消すことができています。ペナルティを回避する方法2つ目、SJA。これは SJ のミニジャンプの部分をジャンプアクションに置き換えたテクニックなんですけど、SJ でミニジャンプをするタイミングでたまたまそこにジャンプアクションを出すことができるジャンプ台があれば、着地した時にジャンプアクションの加速が出てペナルティを打ち消すことができます。さらに言えば、ミニジャンプよりもジャンプ台のジャンプアクションの方がより高くより長く飛ぶことができるので、スピードを維持している時間も長くて非常に効果的な SJ になっているとも言えます。このテクニックは本当にいろんなところで使われてますね。有名どころで言えば、ネイチャーロードの NISC とか、チクタクロックの歯車地帯なんかですかね。ペナルティを回避する方法3つ目。ゴール前で使う。すごい単純な話なんですけど、減速ペナルティは SJ の後に発生するものなので、SJ をした直後にゴールしてしまえば実質ペナルティなしで使うことができます。これも結構いろんなコースでできて、例えばハイラルサーキット、ツルツルツイスター、ニンニン道場なんかで使われていたりしますね。ニンニンはミニジャンプをしていないのでちょっとわかりづらいですけど、空中でドリフトを解除することでスピードを維持しています。というわけで、SJ のやり方や原理の解説は以上となります。最後におまけとして余談なんですけど、この SJ って発見者が僕なんですよね。すみません。起源主張みたいになって、海外ではクサーンスライドなんて呼ばれていたりするんですけど、じゃあどうやってこの SJ を見つけたのっていう話を最後にしたいと思います。僕が SJ を見つけたのはエキサイトバイクでの出来事がきっかけだったんですけど、タイムアタックで駅場の引っ張り JA 処理っていうのを当時練習してたんですよ。実際にやってみせますけど、こういうの。当時は悪花でしたね。これ、引っ張り JA っていうのはさっき減速ペナルティを打ち消す方法として紹介していた SJA っていうテクニックと同一のものなんですけど、この SJA を練習中に一度ミスったんですよ。こんな感じに。あれ今 JA 出てなかったけど、ミニジャンプだけで空中で速くなってなかったかって気づいたんですよ。でこれがきっかけ。でも見つかった後は、その後はもうトントン拍子。
タイムアタック上手い人たちがたくさん検証してくれて、いろんなところで使われるようになったと。テクニックの名前はスライドジャンプ、略して SJ と命名しました。で、この SJ にジャンプアクションを連結した引っ張り JA 処理って呼ばれてたテクニックも SJ にアクションの A をつけてスライドジャンプアクション、略して SJA と呼ぶことにしました。これさ、早口で言うとどっちか分かりづらいよね。SJ、SJA みたいな。それは本当にすみません。僕のせいです。引っ張り JA の方は引っ張り JA でいいのかもしれません。といったところで、今回の動画はここまで。SJ についてよく理解していただけたでしょうか。また何かマリオカートについて喋りたいことができたら、こうやって動画を作ろうかなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。